海道も海外テックのこれまじミントです。解説のりなです。今日は AI と著作権をめぐる大きな裁判のニュースを扱います。 AI が本を学習に使ったことをめぐってずっと揉めてた話だよね。そうです。それが7月20日大きく動きました。アンソロピックが著作権をめぐる集団訴訟で15億ドルを支払う和解に裁判所の最終承認が出たんです。15億ドル？でもさ、 AI が本を学習に使うこと自体は前から合法って裁判所が認めてたんじゃなかったっけ？その通りです。この事件で本を AI の学習に利用する行為自体はすでにフェアユース、公正な利用だと裁判所が認めています。それでも15億ドル払うことになったこの2つ、実は矛盾していないんです。矛盾してないの？じゃあ何にお金を払うことになったの？これマジ？気になりますよね。今日はその理由全部見せます。まず何が起きたのかを整理します。7月20日アメリカカリフォルニア北部地区連邦裁判所のマルティネス・オルギン判事がアンソロピックと作家・出版社側の集団訴訟における15億ドル規模の和解案に最終承認を出しました。最終ってことはその前に仮の承認もあったの？あります。この和解案は2025年9月に当時の担当判事が仮承認していました。その判事はその後この裁判から退いていて、今回の最終承認は後任の判事によるものです。途中で担当の判事が変わってたんだね。はい、整理するとこういう流れです。この和解、アンソロピックも著者側もみんな納得してたの？実は増額を求めて異議を唱えた著者たちもいました。和解額が小さすぎるという主張です。著者側から増額を求める声が出てたんだ。てっきり金額の大きさで揉めてるのかと思った。担当判事はその異議を退けています。ロイターの報道によると判事の言葉はこうです。対象になる作家・出版社のうち91% 以上が権利分の請求手続きをすでに済ませているとロイターは伝えています。ここからが今日の核心です。裁判所はこの事件で2つの行為を別々に判断しました。1つは本を AI の学習に利用する行為、もう1つはその本をどうやって手に入れたかという行為です。利用する行為と手に入れる行為は別物として見られたってこと？はい。テッククランチとロイターの報道によるとアンソロピックは数百万作品分の本を正規に購入したりスキャンしたりする方法とライブラリージェネシスのような海賊版サイトからダウンロードする方法、両方で集めていました。裁判所は集めた本を AI の学習に利用する行為自体はフェアユースだと認めています。一方で正規購入とは別に海賊版サイトからダウンロードして入手する行為は著作権侵害にあたると判断しました。つまりこの事件では AI 学習への利用はフェアユースで、海賊版サイトからの入手は著作権侵害ってこと？まさにそうです。学習に利用する行為への評価と入手方法への評価、この2つがセットになっている話です。この整理わかりやすい。15億ドルは2の入手方法の方に対応してるんだね。そうです。一緒くたにしちゃいけないポイントです。ではその15億ドルという金額がどう計算されているかを見てみます。和解の条件では対象になる作品1作品につき3000ドルが支払われることになっています。1作品3000ドル、それが何作品分？対象になる作品はおよそ50万作品と推計されています。3000ドル ×50 万作品でちょうど15億ドルという計算です。1作品3000ドルって結構な金額だね。弁護士費用については原告側が請求していた1億8750万ドルのうち1億100万ドル余りが認められたとロイターは伝えています。弁護士費用まで裁判所が承認の対象にしてるんだ。学習に使う行為と手に入れる行為は別々に判断される。この視点を覚えておくとこの先似たような AI のニュースが出た時も混同せずに読み解けます。そういう発表と実態の切り分け、これからも一緒にやっていきたいから、よかったらチャンネル登録しておいてほしいのだ。ここで大事なのがこの和解が及ぶ範囲です。アンソロピックは上訴ではなく和解を選んだため、この和解によって他の裁判所を拘束する判例は生まれていません。それとこの和解自体はアンソロピックが不正行為や法的責任を認めたことを意味しません。海賊版サイトからの入手が著作権侵害にあたるという判断はこの和解とは別に裁判所自身が示したものです。そうなの？てっきりこれで AI の学習ルールが固まったのかと思ってた。いいえ、Google、メタ、オープン AI など他の AI 企業を相手取った似たような著作権の訴訟はそれぞれ別に今も係争中です。
それぞれの裁判所がそれぞれ独自に判断していくことになります。じゃあアンソロピックの件と他社をめぐる訴訟はそれぞれ独立して進んでるんだね。はい、似たような立場の企業は他にも複数あって、アンソロピックは AI の学習をめぐる著作権訴訟でこれまでのところ最初に和解に至った企業だと報じられています。これ法律の話だから自分には関係ないかなって思ってたけど、実は結構身近な話でもあります。 AI が自分の書いた文章や作品を学習に使うのは法律的にどうなのって気になったことないですか？あるある。よくわからないからモヤモヤしたままだった。今回の話で見えてきたのは、学習に使うこと自体とその素材をどうやって集めたかは別々に判断されるという枠組みです。この枠組みを知っておくと、この先 AI 企業が著作権で訴えられたというニュースが出た時もどっちの論点の話なのか切り分けて聞けるようになります。なるほど、ニュースの読み方が変わるんだ。そういえば AI 企業が訴えられるニュース、最近他にもあったよね。はい、アップルがオープン AI を相手取って起こした訴訟のニュースも別の回で扱っています。今回とはまた違う種類の訴訟なので、気になる人はそちらもチェックしてみてください。今日のまとめです。7月20日、アンソロピックの著作権をめぐる集団訴訟で15億ドルの和解に担当判事が最終承認を出しました。裁判所はこの事件で2つの行為を別々に評価しました。本を AI の学習に利用する行為はフェアユース、一方海賊版サイトからダウンロードして入手する行為は著作権侵害だと判断しています。1作品3000ドル×およそ50万作品で15億ドルっていう計算も覚えておきたいポイントだね。それとこの和解が及ぶのはアンソロピックのこの事件だけです。 Google、メタ、オープン AI などを相手取った似た訴訟はそれぞれ別に今も続いています。このチャンネルは次回以降も発表とその中身をちゃんと切り分けて追いかけていきます。なとミントでした。面白かったらチャンネル登録で応援してほしいのだ。また会おうね。